皆さん、こんにちは。久々に初代に戻ってきましたが、残っていたミッションモードに取り掛かりますよ。攻略情報はいらないって人も、このモードには、ストーリーも少しあるので、楽しんでいただければと思います。どうやら、ストームは何かをなくしてしまったようですね。一方、その頃ソニックは、ソニックがバビロンのスケジュールを拾ってしまい、お宝を先にいただいてしまうというのがストーリーですね。やっていることが盗賊と同じなんですが、いいのか？メタルシティのミッション1です。トリックの合計点で結果が変わります。評価が、銅、金の3段階あり、この動画では、当然金の評価を攻略します。とりあえず、最初のジャンプ台は、前入力で、上に、金となると、かなり高い点数が必要なため、WS 以上の評価を出します。トンネル前、段差でジャンプできるので、チャージしてからジャンプ。最低でも WA 派欲しいです。頑張れば WS が出ることもあります。広場は、車に気をつけながら、ハーフパイプを左右に行き来することで、点数を稼げます。1回あたり、2点程度ですが、ここを超えると、あと2回しかジャンプができないため、保険で稼ぐのもいいと思います。ただし、制限時間は厳しいため、寄り道はほどほどに。最後は、下入力で飛んで上ルートに行けば、ジャンプ台がもう1個あって、最大で20点稼げますが、X トリックは難しいので、対値は14程度と見た方がいいでしょう。最終的に、スコアが30点を超えていれば金評価です。評価に応じて、ストームのコメントが変わります。一度金を取ると、それより下が見れないので注意。申し訳ないのですが、全評価狙うと、調整が面倒すぎる場所があるので、攻略動画で見せるのは金評価だけにします。ミッション2は、ジャンプ集め。最初は、ジャンプ台の前、中央にあります。その先のジャンプ台は、上ルートに行ってください。上ルートの序盤、右側に2個目のジャンプです。その先のカーブ、一番右に3個目があるので、壁沿いに移動しましょう。エアライドで4、5個目を取れます。その先右側のトンネル前に6個目があります。その先の広場は、左側のパイプから、エアライドすると7、8個目を取れます。着地後、左寄りの外側に、9個目、その直後、右の壁沿いに10個目です。さらに、そこから、斜め左に、11個目、かなり取りにくいです。時間に余裕があれば、動画のように逆走して回収するのも手です。最後の1個は、上ルートです。中央にあるので、右や左に寄せてジャンプすると通り抜ける可能性があるので注意。ミッション3は、障害物が大量に増えたコースをソニックで走り抜けます。当然吹き飛ばせないので注意。評価は、タイムとなるため、慎重すぎてもダメです。最初の分岐は上に向かいます。その後は右側から抜けましょう。カーブは、中央に車があるので注意。その先の下り坂は、目の前から見えないところに車があるので注意。前もって右寄りに動いておきましょう。トンネルは、右の左半分にトレーラーが置いてあるので、ジャンプして、さらに、右の方から進入します。普通に車が走っているので注意。まあ、1回ぐらいはぶつかっても大丈夫です。その後は、広場の右が封鎖されてるため、左側のパイプからグラインドして抜けます。あとはいつもの通りに、ちなみに、左行くならトンネル左から抜ければ、と思うかもしれませんが、出口に大量に車が置いてあり、固定されてるため、ぶつかった時の減速が大きいです。よって、右から行った方が、大体いい結果になります。クリア。
51秒まで金評価になるのを確認してますが、それ以上かかった場合はわかりません。ミッション4は、障害物の破壊。注意したいのは、物に触れられないことや、そもそも見落として通り過ぎることですね。ちなみに、メタルシティは、普通に走っている車は含まれないものの、カウントが増えるため、多少通り過ぎてもリカバリーできます。最初は強制的にしたルートです。左に2台、その後右に2台です。その先のカーブでは、中央寄りに2台間隔があるので、すぐにインコースに行かないように注意。坂道は、右側に1台、その先のトンネルですが、右側は車が走ってくるので、稼げます。うまくやると、2台ぐらい余分になると思います。その先は、右側のトレーラーと裏道にいる車を飛ばします。足りない場合は、中央の道に、車が無限に出るため、そこで稼げますが、タイムアップに注意。最後は、カーブのインとその先の道の中央に計2台あります。あとはゴールに行くだけ、逆走しなければタイムアップにはならないと思います。やっぱり、ナックルズに対しては、他よりも反応するストーム。ミッション5は、逃げるターゲットを追いかけて攻撃すればクリアです。ターゲットに追いつくまでの時間が、評価の基準となります。次回作と違い、ターゲットを倒した後にも、制限時間以内にゴールしないといけないので注意。まずは、上のルートに入って、右側の車を飛ばしながらエアーを補充しつつ、ブーストで車を追いかけます。坂道で、車は左側を通るので、それに合わせて移動。ブーストを使い切って、ここで倒します。確か、トンネル付近で吹き飛ばすぐらいだと、もう金は取れなかったと思います。あとは、裏道を通って、いつもの通りに、途中、車の配置が変わっているので、動画を参照にしつつ、ブーストを切らさず行きましょう。ミッションは、各コースに5個あるので、これでメタルシティはコンプリートです。なかなかいいペースに思えますが、まだまだ、たくさんのミッションがあります。次に、行く前に、一応、一番下の項目、お宝について説明しておきましょう。お宝は、ここでしか手に入らないギアが4つあり、特定のミッションで集めたジョンクを消費して入手します。ただし、マニュアルを入手しないと、どのジョンクを使って修復するかわかりませんので、手に入るまでミッションを進めましょう。ミッションごとに、ジャンプの個数は偏りがあるので、もし足りない場合は、特定のミッションを周回しましょう。メタルシティは、黒と木が多いです。ここから、スプラッシュキャニオン。最初のミッションはトリックですね。最初のカーブは、グラインドしないように、下に降りる前が、最初のトリックポイント。上にも道がありますが、下に行っても、ジャンプ台の数は同じですので、特に狙わなくていいです。その先も全く同じです。上に乗っても、ジャンプ台はありません。この先多少評価低いのを出しても通せるようにしたいなら、ここまでに、12ポイントは最低欲しいですかね。グラインドの手前の出っ張りでトリックできます。一応、逆走で2回ぐらいできますが、かなり、時間がギリギリになるので注意。次の洞窟の出口のジョンクが、最後のチャンスとなります。金狙いの場合、この時点で12点持ってない場合は、やり直しましょう。X なら10点、WS なら8点なので、14点稼げていればいけると思います。ミッション2は、ジャンク集めですね。今回は、ソニックでの挑戦となります。早速スタートして正面に1個、その先は、グラインドレールに乗ると3個種に入ります。このレールは、乗り換えはないので、操作不要です。上の足場にジョンクがあるので、ジャンプ台は、スティックを前に入力して飛びます。川から上がったら、次はグラインドレールに乗ります。今度のレールは、途中で乗り換えがあるので注意。カメラが左に寄った少し後に飛びます。曲がった後、左の方にジョンクがありますので、右寄りに曲がらないように注意。曲がった後、左の方にジョンクがありますので、
右寄りに曲がらないように注意。その先も左側にあるので、取ったら右に移動。最後のジャンプ台で、下入力から WS 以上で虹の道に乗って、最後のジャンプが取れます。ここも、木と黒が多めに手に入りますね。ミッション3は、障害物を破壊するように指示がありますが、説明につられないように、確かに、破壊は、エアーの手に入るため大事ですが、このミッションの評価は一周するまでのクリアタイムです。基本的に、道の真ん中に障害物があります。リングやガッシュパネルもあるので、それを追いかけるように移動する方がいいでしょう。今回はパワータイプなので、左側の通路を通ります。カーブの後は、右側に樽があるので、それを壊しましょう。その先の洞窟も結晶があるので、それを壊しながら加速していきます。あとは正面に進むだけですね。金の評価を得るには、遅くても51秒ぐらいですかね。一瞬映ってますが、55秒じゃ銅まで落ちてました。ミッション4はエアライドチャレンジですね。書いてある通り、くぐった数が評価となります。今作は、空中のコントロールがシビアなので注意。まずは、カーブが終わったら、右の方にあるリングに入ります。大きなジャンプ台の後は、左側の滝の裏側にあります。本編でも話したと思うのですが、ジャンプボタンを押すと急降下できますが、これで、リングに入ってもエアライドが続かないため注意。ちゃんと、スティックを上下に倒して通り過ぎないように高度調整しましょう。次のリングに直接入れますが、リンク数は評価に関係ないため、難しい場合は、一度着地して、右側の出っ張りから飛んで入ると、少し楽になるかも。一応、先ほどの一度着地できる場所で入ったら、すぐ降りて逆走すれば、もう1回分は稼げますね。相当シビアになりそうですので、それよりも、エアライドの練習した方がいいと思いますけど。ミッション5は、グラインドチャレンジですね。お宝は、特定の位置に落ちていますが、クリア条件は、グラインドを6回以上です。グラインドレールを乗り継ぐだけですが、カメラが動く関係で結構難しいです。最初は、橋の下あたりで乗り換えです。その後は、正面に見えるのが続くので分かりやすいかと、赤い光の位置に来たらジャンプしましょう。4つ目のレールから注意。間隔が極端に短かったり、斜めで距離感が分かりにくいです。実は、グラインドレールの乗り換えは、少し手前でも反応します。赤いランプの手前ぐらいに到着するタイミングでジャンプできるようになると、成功率が大きく上がると思いますので、失敗してしまう人は、それを意識してみてください。11個のレールに乗れてれば、コンプリートで金評価になります。お宝は、激流ゾーンの難しい場所なので、妥協するにしても大変ですね。ここに限らずですが、お宝の中身は修復マニュアルです。エッグファクトリーです。最初はトリックのミッションから。早速正面にジャンプ台です。下入力で高く飛び上がり、高ランクトリックします。段差の最後でトリックを稼ぎたいので、左側で飛びます。右で飛ぶとグラインドレールに乗ることがあるのでやめておきましょう。次のジャンプ台は、前入力で飛ぶと、上ルートかつ、長距離飛ぶので、ここでも高いランクを狙いましょう。金の評価には30点以上必要なんですが、ここのハースパイプより、先は、ジャンプ台が1個しかありません。多少往復して稼ぎましょう。22点以上にしておけば安全です。終わったら、普通に走るか、
右側のグラインドレールで、最後のジャンプ台の近くまで移動しましょう。なお、大体は、ここから、ゴールまで、25秒から30秒ぐらいかかるので、稼ぎを粘りすぎないように注意。今回は超ギリギリです。監視カメラって、全体の異常把握とかに使うものだと思うんですが、対象を選ぶんですかね。エッグマン製だから、変な機能がついてるのか。ミッション2はジョンク集め。今回は、テイルスでの挑戦となります。最初のジャンプ台の後は、左側にあるので、左に移動して飛びましょう。その先にもダッシュリングがあるので、ジャンプをチャージして飛びます。着地後、右寄りに、3個目が、ジャンプ台の前に4個目です。ジャンプ台は上ルートに行きます。右側2つ目のダッシュパネルを踏むと、5つ目が拾えます。飛び上がったら、すぐに右に行きます。エアライドできるので、それで、7個目まで手に入ります。炎の滝を抜けて、左側一番手前のダッシュパネルに乗ると8個目です。その先中央に2つですので、左右に移動しないように、道の真ん中をキープです。11個目は、一番最後のリフトに乗る前にあるので、特に意識しなくても取れると思います。最後のカーブの内側に12個目があるので、外に出過ぎないように注意。今回も稼げる量は同じですね。これ差が出るのと思う人も多いと思いますが、ちゃんと場所によって取れるものが違います。ただ、使い回しの場所があって、序盤はこれが続いているんです。ポンコツ野郎って誰ですかね。工場内のエッグロボ。ミッション3は、ロボットの大群を避けてとありますが、実はそんなにいません。最初は、ジャンプ台の後に中央にいるため、左から抜けるといいでしょう。右側から飛ぶとグラインドもできますが、タイム的にインコースで行きます。その先の直角カーブは、内側の壁沿いにロボがいるので注意。まあ、ぶつかる方が難しいとは思うのですが一応。上に行った後ですが、左からインコースで、エアーが足りなくても、右のグラインドは使わないでください。アウトコースを通るので時間が足りなくなります。エアー不足で警告は出ると思いますが、そのまま進んでください。途中で完全に切れてしまったとしても、左側に入ってショートカットできれば、少し回復して、最後のカーブを曲がるだけなので大丈夫です。金評価になるタイムは、遅くても52秒ぐらいでしょうか。過去のデータで52秒でクリアできてたものがありました。一瞬映りますが、55秒だと銀ですね。やっぱり、ポンコツ野郎はロボのことっぽいですね。ミッション4はロボットを倒します。最初は、ジャンプの後中央にいます。その先の段差の下にもいるので、トリックは出さないように。引き続き、4体目まで、中央です。その先のジャンプ台は上に行きます。その先は、ど真ん中にいます。ダッシュパネルが、変な位置のを踏みそうなら、ジャンプで避けるのも手ですね。その先、右寄りにいます。右のパネルを踏むだけでは、一番右を通り抜ける可能性があるので、ジャンプで避けて、直接ぶつかりに行った方がいいです。次は、左側のパワー用通路に2体います。今倒しましたが、道を抜けて1体、左側にいます。その後、右の方にロボがいるのですが、その正面の壁をよく見ると、ランプが赤いです。実は、ここ、隠し通路になっています。ロボは、中央寄りに2体いるので、通り過ぎないように。解説遅れてますが、抜けて曲がった後も、中央に2体、その後、最後のカーブ直後に1体ですが、最後は、速度が乗りすぎてると通り過ぎやすいので注意。あとはゴールするだけです。
ミッション5は、メタルシティ以来の追いかけて倒せですね。目標としては、最初のジャンプ台よりも前に倒しましょう。ブーストしながら、追いかけていき、ダッシュパネルにも乗ります。直角カーブをドリフトして、ジャンプ台前でぶつかれば OK です。あとは、一周するだけですね。コース上に、ドラム缶が大量に置いてあるので、普段よりもスムーズに走れるようになっています。見えるターンを壊しながら、どんどんブーストしましょう。メタルシティと違って大きく変わってる場所がないので、解説はここで切り上げます。プレイを見る必要がない場合は、右に表示されてる時間ぐらいまで飛ばしてください。グリーンケーブ開始です。ミッション1はもうお約束ですが、トリックですね。最初のジャンプ台で WS 以上は狙いたいですね。その先ですが、カーブの途中にトリックできる場所はないため、グラインドを使っても大丈夫です。右に曲がった後は、左側のリングをたどっていくとジャンプ台があります。チャージしてから飛んで、ここでも少し稼ぎましょう。この先ですが、次のトリックできる場所は、しばらく進んだ先のハーフパイプです。2点程度のテクニックを何回か出せます。逆走で少しだけ稼げますが、落下とタイムアップは注意。その先のゴール前は、強制的に下ルートになります。2回大きなジャンプ台があり、ここで14点ぐらいは稼げると思いますので、足りないなと思ったら、手前のハーフパイプで少し稼ぎましょう。ちなみに、金評価に必要な点数は26点です。ミッション2はジョンク集め。珍しくナックルズです。パワー用通路の見落としをしないように。一つ目のジョンクは、最初のカーブで、左側の方にあります。速度を出しすぎない程度に進入して取りましょう。1はそのまま少し先に進むと、2つ目が、3つ目は、思いっきり、右の壁沿いにあるので、2つ目を取ったら、右に移動開始です。カーブが終わったら、分岐の広場ですが、右の方に4つ目があるので、右に向かいます。リングの先にある5つ目を拾ったら、以降は近くにないので進んでください。ムカデから降りた後、最初のダッシュパネルをジャンプで避けて、下の道の矢印に従って動くと6つ目があります。その先、左側に7つ目があり、近くに壊せる壁が、その中にも1つありますが、中央寄りで通り過ぎやすいので注意。さらに進むと、右側にありますが、落下しやすい位置なのでこれまた注意。最後は、ジャンプ台に下入力して飛ぶと取れます。これで全部です。木が多いのは変わらずですが、今回は緑が多いです。稼ぎたい場合は、ここに来るといいかも。ミッション3は、障害物に気をつけながら急いで一周、テイルスを使用します。最初のカーブは、左か右の方に偏って障害物があるので、真ん中を意識して走れれば問題ないはず。広場に入ったら、ストーリーの時と同じで、中央のエアライドを使用します。ムカデから降りた後は、
中央から抜けて、右に曲がると障害物にぶつからず行けると思います。その先のハーフパイプは、エアライド用のダッシュリングがあるので、うまく飛び乗って発動させましょう。最後は、下入力でショートカットに入ればゴールです。厳密な評価の分かれるタイムはわかりませんが、10秒切らなければ大丈夫です。多分。ミッション4はグラインドチャレンジです。いきなり結構困惑しそうな配置ですが、左側のリングの列をたどって、スティックを前に入れながらジャンプ、グラインドレールに近づいたら、ジャンプを入力して乗ります。今回は、カメラが素直な方で、先が見えやすいので、乗り換えのタイミングは分かりやすいと思います。広場は、レールができています。トリックのチャレンジでも使った左側にある段差から飛ぶことで、乗ることができます。先がよく見えますね。スプラッシュキャニオンとは大違いです。こっちの方が先だったら、苦手意識とか出る人少なそうなんですけどね。次は、ハーフパイプエリアの手前、なんと、コースアウトスレスレにジャンプします。ランプをよく見ながら位置合わせして飛び乗りましょう。先でも乗り換えがあり、一見赤いランプは、あっても、青いランプが見えないので混乱してしまうかもしれませんが、赤いランプのところでジャンプすれば大丈夫です。8個になっていれば完了です。あとは、タイムアップ前にゴールしましょう。ミッション5はエアライドチャレンジです。最低ノルマが19回以上とかなりあるように、結構な数やらされます。とはいえ、必要なのは上下の移動だけですが、最初は中央から前に入力でダッシュリングへ。実は途中で落ちても後の場所でリカバリーできますが、できれば落ちないで行きたいところ。これ以前で落ちていた場合は、中央の場所から滑空して再開可能です。なお、この広場からの飛行がとても長い上に、途中にお宝もあるので、妥協するにしても、結構長い飛行はやらされます。少し距離があるので、上がりすぎたり下がりすぎたと思っても落ち着いて調整していきましょう。29個目のリングの後にお宝ですが、これもコードが合ってないと通り過ぎるので注意。ここまでノーミスなら、この時点でノルマ達成となります。惜しくも足りない場合は、ハーフパイプにあるリングから3回分稼げます。途中わざと落下すれば、それに加えて、最大2回ぐらいは増やせそうですが、当然稼ぎすぎるとタイムアップになるので注意。それでは、今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。次回はストームの後編です。ストーリーはあんまりかもしれませんが、バビロンのソニックたちに対する評価とか、苦手なものとかも見れたりするので、ぜひ楽しんでくださいね。それではまた。チャンネル登録や高評価もよろしくお願いしますね。